どうも、PDR さんです。PDR さん最近昔の東京の映像とかを見るのにハマってるんですよ。それをいろいろ見ていくうちに昔のラーメン屋の映像にたどり着きました。ということで今日は皆さんと一緒に昔のラーメン屋の映像を見ていきたいと思います。相棒、ラーメンとか詳しいの？すするに一回動画に出てもらったことあるけど、全然詳しくない。すする関係ないでしょ。家系が何なのか未だによくわからない。一回友達に聞いたけど、自分から聞いといたくせに途中で興味を失って何を言ったか覚えてない。ひでえな。ラーメンは好きなんですけど、ラーメン屋とかに通ったことあんまりないんですよね。くるりを除いては。くるりは大学生の頃によく行きましたね。今確か名前が違うような気がします。今はわからないんですけど、その頃あんちゃんがいつも一人でやってたんですよ。で、そのあんちゃんはガーディアンズのグルートと一緒で一言しか喋れないんですよ。確か辛味噌ラーメンだったと思うんですけど、とにかくスープが超ドロドロなんですよ。ドロドロすぎて最後まで飲む人少なかったんですけど、途中からちょっと薄くなって頑張れば最後まで飲めるようになりましたね。なんで？わかんないけど、ちょうど雑誌とかテレビに取り上げられるようになってからちょっと薄くなったような気がする。つってもすげえドロドロでしたけどね。バンドがメジャーデビューした時にサウンドをちょっと大衆向けにする感じかもしれないね。それか PDR さんがスープに慣れて飲めるようになっただけ。どっちだよ。てか懐かしいな。あんちゃん元気にしてるかな。相棒。じゃあ昔のラーメン屋の映像を見ましょう。おはようございます。おはようございます。いや、僕はラーメンを食べます。いつもね、はい、芸能人が来てさ、レポーターが来て食べるんだけど、一口食べるの好きじゃねえんだよな。大将、YouTuber なんて一口も食べないからまだマシだと思う。気にならないんだ。ホープさんどうかな。いや、僕は意外とね、誠意を持って食べる方です。そう。僕は誠意を持って意外と食べる方って、他の食レポの人はみんな一口しか食べないって認めてるようなもんじゃん。軽く他の食レポーターディスってるよね。九州風関東風吉村流ラーメンと言います。腹減った。下手なレポーターは美味しいとかまろやかとか言うんだ。絶対言うんだぜ。やばいぞ。食レポーターから美味しいとまろやかを取ったら残るのはまるで何々の宝石箱や。おい、みんな聞いてろよ。この人のレベルがわかるからな。ホープさん、食レポーターの腕を見せてくれや。うまい。まあ、月だけで結構。結構です。おいホープ、あの食レポはなんだ？俺らに恥をかかせる気か？ボス聞いてくれよ。あの親父めっちゃプレッシャーかけてくるんだよ。ホープ、1ヶ月の謹慎だ。ボス、それはない。食レポバッジとマイ箸を置いてけ。さあ、弟子を預かってるってこと。弟子がいる。辛くないですか？大丈夫？この子もう完全に目が死んでるじゃん。弟子くん、もし助けてほしいんだったら2回瞬きしてくれ。今逃げたいとかそういうのはないですか？毎週持ってるよな。毎日持ってる。もう人質に取られてる人みたいになってるじゃん。人質でももうちょっと感情あると思う。これまで200人の弟子を育てたご主人、その教え方は実に厳しいものがあります。お、来ました。体育会系タイム。客がトラブル起こるなら店が悪いからだよ。こういうのちゃんと説明してやんないと。何舞い上がってんのバカみたいに。大将が声を荒げてるから舞い上がってるんだろ。ミスはするなよ、お前ら。いやー、この感じ、部活を思い出しますね。さっきから思ったんだけど、この大将って日本語で喋ってるよね。体育会系弁で喋ってるから分かりにくいんだと思う。はほら、俺のラーメン飲ませないバカ野郎。花てんのほら、これ見てみろ。ダメじゃないか、もうだったらミスしたら。バカ野郎、この野郎。いやー、この感じ、高校生の頃にやってた引っ越しのバイト思い出しますね。相棒、怒鳴られてばっかの人生だな。そのおかげもあって、今は人に怒鳴られても何も感じない。それって、いいことなの？かいで時間だけ浪費してんじゃないよ。おう、見ててお客さんがお前感動するべや。怒鳴り散らしたり蹴ったりした後にちょっとの優しさを見せることによって弟子は逃げていかない。
素晴らしい。怖っ。手を動かさなきゃ。しかしその時、うるせえな。ちょっと診断やってくれよ。ああ、悪い悪い。おいお前、静かにラーメンが食いてえのか？だったら佐野さんの店に行けよ。静かすぎて自分の細胞が死んでいく音が聞こえそう。お客さんに金やってくれ。お客さんに金返してくれ。ああ、いいわ、あったあった。もうお客さんに金返して。悪いけど。え？うるせえよ。金返してくれ。シャーただ飯。お客さんよ、こいつよ、真剣になってるからさ。大将、うるさいのは弟子さんじゃなくてあなたなんですけど。このバカ、脱サラしてよ、500万かかってんから。いや、そのお涙ちょうだい話もいいんですけど、だから何？だから俺たちも真剣なんだよ。お客さんに怒鳴るなよ。ただでラーメン食えたからよくね？よくねえよ。金返します。ありがとう。ね、ごめんなさい。お客さんにもやるんですね。殿下の宝刀、怒鳴り散らした後に優しくする。もうやってる自覚ないんじゃない？またご縁がありましたらどうぞ。はい。お客さんの反応なんか、棒読み？やらせくさい。うん。でももしかしたらお客さんビビってああいう感じになったのかもしれないけど、テレビだから信用できないんだよな。僕初めてね、お客さんにこう言ったのね。ね、帰ってくれって言ったのね。嘘くせえ。僕25年間やったけど、お客さんと口喧嘩したの初めてだよ。なんか必死のフォローにしか見えない。いやー、怒鳴り散らかしてるおじちゃんを見たら、ラーメン食べたくなりましたね。真面目な話、PDR さん学校、部活、バイトとかでこういうのを体験したことあるんですけど、こういう環境嫌ですよね。常にビクビクしながら行動をしていつ怒られるかわからない。この恐怖でコントロールされてる感じ、マジないわ。これはあくまで PDR さんの個人的な意見ですから、ぜひ皆さんの意見も聞きたいですし、ラーメン屋で修行したことある人、バイトしたことある人の体験もぜひ聞きたいので、下のコメント欄に残してください。ということで、こういう動画がもっと見たかったら、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。あとはしまちろ。じゃあ。ラーメン、おっぱい、僕元気。Trying to do my end screen. キモいといえば PDR さん T シャツ絶賛発売中です。メタルフロゴとこっちにおいで T シャツの2種類がございます。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。ベルボタンクリックたまに通知がもらえると思います。皆さん通知もらえてますか？もらえてない。もらえてラーメン食いてえな。あと前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。明日はごみおこチャンネルで動画日本語喋れない。ごみおこチャンネルで動画出すんでぜひぜひ登録よろしくお願いします。では